会議では言えなかったのに、終わると言葉が次々浮かぶ。そんな経験はありませんか？あります。帰り道で完璧な言葉が出てきて、また遅かったと自分を責めます。でも、発言が遅れたことと考える力がないことは同じではありません。とはいえ、職場では話した人の意見だけが残ります。黙っていたら、価値は伝わらないですよね。その通りです。この動画は、黙っていれば良いという話ではありません。静かな人が持つ力を相手に届く形へ変える方法を考える動画です。性格を変えて、急に明るく話せる人になる方法ではないんです。変えるのは性格ではなく、力の使い方です。静かな人には、聞く、相手を見る、深く考えるという強みがあります。ただ、その強みが見えないままだと、本人も周囲も気づけません。だから最初に、自分を責める前提を外します。話す量は、仕事の価値そのものではありません。大切なのは、必要な場面で考えたことを短く届けられることです。会議で一度も話せなかった日も、考えていた時間まで無駄ではない。そう思えるだけで少し楽です。本書は、静かな人が自分の特性を弱みとして消すのではなく、仕事の武器へ変える視点を示します。ここから、まず見落としやすい3つの強みを確認しましょう。1つ目は、聞く力です。静かな人は、話す準備をしながらも、相手の言葉を最後まで受け取りやすい。聞いているだけでは、受け身に見えませんか？ただ黙ることと、相手の意図を理解しながら聞くことは違います。相手が何を言ったかだけでなく、何を不安に感じ、何を決めたいのかまで捉える。それが傾聴です。二つ目は、共感でしょうか。はい、共感は相手に同意することではありません。相手の立場から状況を見る力です。意見が違っても、なぜその判断になったのかを理解できれば、対立を整理できます。強く言い返せない自分を弱いと思っていました。でも、相手の背景を見る力にもなるんですね。3つ目は、深く考える力です。静かな人は、即答よりも一度材料を並べてから結論を出すことがあります。職場は速さを求めます。考えている間に話題が進む問題は残ります。そこで、全てをその場で完成させようとしません。会議前に一つの問いを用意し、会議中は要点を一つメモする。発言は長くなくていい。今の前提は何ですか？と聞くだけでも、議論の質を変えられます。聞く、相手を見る、深く考える。その3つを、短い質問や要点に変えるわけですね。強みは持っているだけでは伝わりません。準備と小さな表現で、見える形にする必要があります。ただし、その力を使う前に、心の静けさを奪うものがあります。次は、外を見すぎる問題です。仕事が終わっても、他人の成果や評価を見続けていませんか？同僚の活躍や SNS の成功談を見ると、自分だけ遅れている気がします。外の情報は役に立ちます。しかし、見続けると、自分の判断より他人の基準が大きくなります。情報を集めること自体が悪いわけではないですよね。もちろんです。問題は、必要だから見るのか、不安だから見続けるのかが曖昧になることです。不安な時ほど、人は答えを外へ探します。ところが、比較材料が増えるほど、自分の現在地がわからなくなる。勉強しているつもりなのに、最後は自信だけなくなることがあります。静かな人は、周囲の反応を丁寧に受け取る分、評価の影響も受けやすいことがあります。だから、自信がない自分を責める前に、何を見続けているかを確認します。見る量を減らすと、仕事で遅れませんか？全部起きる必要はありません。目的のない情報だけを減らします。例えば夜の30分は、他人の成果が流れる画面を閉じ、自分の今日の仕事を3行で振り返る。外の評価を見る時間を、自分の経験を見る時間へ戻すんですね。その小さな切り替えが、他人の声にうずもれていた自分の判断を取り戻します。振り返りは、反省会にしないために何を書けばよいですか？事実、できたこと、次に試すことを1行ずつ書きます。他人との比較ではなく、自分の経験から次の判断材料を作ります。できなかったことだけでなく、聞けたことや準備できたことも残すんですね。急がず、短く残します。本書が示す最初の考え方は、遮断です。次は、何を入れないかを決める方法を具体化します。遮断というと、情報を拒み、世の中から離れるように聞こえるかもしれません。通知を全部切るのは怖いです。大事な連絡まで逃しそうです。遮断は、全部を捨てることではありません。自分の時間へ、何を入れるかを選ぶことです。具体的には、どこから始めればよいでしょ一つ目は、時間を区切ることです。朝の30分、会議前の10分、
帰宅後の30分だけ通知を閉じます。2つ目は目的を決めてから見ることです。調べる内容を1行で書き、答えが見つかったら画面を閉じます。3つ目は空白を予定に入れることです。何もしない時間ではなく、考えを整理する時間として確保します。空いている時間があると、ついスマホを開いてしまいます。その反応を責めなくて大丈夫です。先にノートを開く、飲み物を用意するなど、次の行動を置いておきます。遮断は意志の強さより、環境の作り方なんですね。そうです。静かな人の深く考える力は、入力が止まる時間があって初めて働きます。情報を減らした結果、すぐ成果が出るとは限りません。しかし、自分で考える余白は確実に増えます。遅れないために見続けていたのに、見すぎて考えられなくなっていたのかもしれません。今日の実践は、30分だけ入れない時間を決めることです。仕事中に通知を切れない人は、どう区切ればよいでしょ緊急連絡の経路だけを残し、通常の通知は確認時刻を決めます。大切なのは、誰にも反応しないことではなく、反応する時間を自分で選ぶことです。ずっと待機する状態をやめるだけでも、考える時間が戻りそうです。次は、情報ではなく、他人の感情と自分の責任を分ける考え方へ進みます。相手が不機嫌だと、全部自分のせいだと感じることはありませんか？あります。強い口調で言われると、内容より先に自分が悪かったと思います。そこで使うのが、分断です。責任逃れではなく、状況を3つに分けます。1つ目は事実、何が起き、何が決まっていないのか。2つ目は相手の領域、相手の感情や事情です。3つ目は自分の領域、自分が説明できたこと、できなかったこと、次に変えられることです。相手が怒っていても、その感情すべてを自分が背負う必要はない。はい、ただし、自分の改善点を無視するわけでもありません。例えば、締め切りの共有が遅れた事実は自分の領域です。一方、相手が大声で責め続けることまで自分の責任ではありません。今までは、相手が怒ったという結果だけで、自分全部を否定していました。事実と人格を分けると、謝る場所と守る場所が見えます。静かな人は衝突を避けたいから、境界を引くこと自体に罪悪感を持ちそうです。境界は、関係を切る線ではありません。話し合うために、論点を戻す線です。遅れた点は改善します。ただ、今決めたいのは次の締め切りです。と短く伝える。反撃ではなく、話を戻す言葉なら使えそうです。全部を自分のせいにしないことで、必要な責任を落ち着いて引き受けられます。その場で言葉が出ないときは、どう境界を示しますか？すぐ結論を出さず、事実を確認してから返します。と時間を取ります。静かな人にとって、考える時間を確保することも境界の一つです。即答しないこと、逃げではなく確認の手順にできるんですね。次は、その後の振り返りです。反省で自分を削らず、内省へ変える方法を見ます。失敗した夜、同じ場面を何度も思い返し、自分を責め続けることがあります。反省しないと成長できないと思って、眠る直前まで考えてしまいます。反省と内省は似ていますが、向かう先が違います。反省が、なぜ自分はダメなのか、と人格へ向かうと、次の行動が見えなくなります。内省は、何が起きたか、何を選んだか、次は何を一つ得るか、と行動へ向かいます。自分を甘やかすことにはなりませんか？むしろ、変えられる点だけを見るので、改善は具体的になります。例えば会議で話せなかったなら、勇気がない、ではなく、話す入り口を準備していなかった、と捉えます。次は、最初の5分で一度質問する。行動まで決めたら、振り返りを得ます。終わる時間を決めることも必要なんですね。そして、慈愛です。睡眠、食事、運動、成果のためだけでなく、自分への信頼を守る行動として扱います。体調が悪いと、普段なら流せる一言まで重く感じます。心を言葉だけで整えようとせず、身体を休ませる。これは弱さではなく、判断力を守る準備です。自分を責める時間を、次の一歩と休息へ変える。それなら続けられそうです。内省は答えを出し続けることではありません。必要な問いを一つ残し、今日は終えることも含みます。振り返りを終える基準はありますか？次の行動が一つ決まり、今夜は変えられないことが分かれば終わりです。答えが出ない問題を、疲れた頭で解き続けないことも慈愛です。考え続けることが誠実さだと思っていました。終える判断も必要なんですね。次は、自分への信頼を小さく積み上げ、静かな強みを成果へ変える自尊の話です。
自尊という言葉は大きな自信を持つことに聞こえるかもしれません。私は急に自信を持てと言われても無理だと感じます。ここで必要なのは根拠のない万能感ではありません。自分との小さな約束を守った記録です。会議前に問いを一つ書いた、相手の話を最後まで聞いた、短く確認した、これらも成功として数えます。成果が出たかではなく、自分の強みを使えたかを見るんですね。はい、結果だけを評価すると、静かな人の準備や観察は見えなくなります。セルフトークも同じです。絶対できると言い聞かせるより、一つ準備したから一言なら伝えられると事実に寄せます。それなら自分に嘘をついている感じがしません。会議では長く話す必要はありません。要点を一文、質問を一つ、確認を一つ。静かな人の発言が場を動かすのは大声だからではなく、聞いた内容を踏まえ必要な点を短く示すからです。サムネのように突然烈人になって目立つという意味ではない。その通りです。準備した短い一言が議論を前へ進める、それが強みの見える化です。話した回数ではなく、役に立つ一言を届けられたかを見る評価の基準が変わります。自尊は自分を特別だと思うことではありません。自分の特徴を理解し、使える形で扱うことです。ここまでの5つをつなぐと、静かな人の戦い方が見えてきます。小さな成功を記録しても、周囲の評価が変わらなければ意味がない気もします。記録の目的は、自分を褒めることだけではありません。どの準備が役立ったかを知り、再現できる形にすることです。自信の記録というより、自分の取扱説明書を作る感覚ですね。最後に、今日から始める行動を3つへ絞りましょう。今日の話を3つにまとめます。1つ目、話す量と仕事の価値は同じではありません。聞く、相手を見る、深く考える力も成果につながります。ただし、持っているだけでは伝わらない。準備して、短い言葉へ変える必要がある。2つ目、外の情報や他人の感情を抱え込みすぎると、自分の判断が見えなくなります。だから、遮断で入力を選び、分断で事実と責任の境界を引く。3つ目、自分を責める反省ではなく、次の行動を探す内省へ変えます。身体を休ませ、小さな約束を守った記録を残すことが、慈愛と自尊につながります。静かな自分を消すのではなく、使い方を選ぶということですね。今日、全部を始める必要はありません。次の会議の前に、一つの問いをメモする、または、今夜30分だけ情報を遮断する。失敗を、事実、相手、自分の3列で振り返る。どれか一つなら、生活の中で試せます。静かな人が常に優れているわけでも、外交的な人より上という話でもありません。自分の性格を欠点として消す前に、そこにある力を見つけ、必要な場面で使う。それが、自分らしい戦い方を選ぶということです。どの行動を選ぶか迷ったら、今一番自分を消耗させている場面から選びます。会議なら問いを一つ、情報疲れなら30分の遮断、人間関係なら3列の振り返りです。大きく変わるのではなく、困っている場面に一つだけ手を入れるんですね。次の会議では、無理に話し続けるのではなく、役に立つ一言を準備してみます。あなたが静かな自分を責めやすいのはどんな場面でしょうか。今日試す行動と一緒にコメントで教えてください。